空が青いなあ。はい、おはようございますということで、今日は3月13日金曜日、13日の金曜日でございます。ということで、いやー寒いんですよね。はい、今日はなんか曇りになったのかな。雪雨だったけども曇りになりましたね。はい、予報は曇りということでございます。はい、最近ですね、ここ富津、再建のためにですね、元気がない富津、地方都市なんでございますが、はい、それをねなんとかしなきゃいけないと、前回お話ししましたけど、地元のねガソリンスタンドが閉鎖し、漁業をやっている、方がですね、もう船に乗れないと、それと、畑もね、もう継続していっても、儲からないので、やめてしまうと、そういうようなね、疲弊した状況、あとお店もね、軒並み潰れて廃墟になって、解体もせず残ってると、そういう状況でございますんで、なんとかね富津を再建していきたいと、そういう有志の方がどんどん集まってまいりましてですね、はい、今度ね、みんなで集まって、進めていこうということで、頑張ってこれからねやっていこうかと思っております。はい、徐々にね、そう思う方が増えてきましたんで、はい、みんなでね力を合わせて、はい、再建していきたいと思います。ということで、まだまだやっぱりいっぱいやることがあるんでございますが、はい、どんどんチャレンジしてね、やっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月はい、ということで、毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最近ね思うんですけどもちょうどね今昼飯前なんで、食事のことに関してね、ちょっと思うんですけども、やはり皆さんね教育で、3食きっちり食べなきゃいけないとか、朝飯はね抜いたら体に良くないとかね、必ずバランスとってご飯と味噌汁と、魚や肉、それと野菜をしっかり取らなきゃいけないとかね、あと牛乳ですかね、牛乳を飲まなきゃいけないとかね、そういう教育されて育ってきてると思うんですけれども、それがですね、私はね、実はあまりそれはちょっと怪しいなと思ってるんですよ。はい、それがもし誰かの、マーケティング戦略、いわゆる広告戦略ですかね、はい、そのものをね売りたいから、という戦略だとしたら皆さんはどう思いますか。はい、で私はね、基本的にはお腹空いたらご飯を食べると、で眠くなったら寝ると、あといわゆる、時間でね、何もしないと、そういうのが人間本来の生き方なんじゃないかなと。人類がね生まれて10万年から20万年と言われてますけれども、まともにね今食事ができるようになったのはここ、100年ぐらいですかね、戦後ぐらいからですかね。はい、ですので100年も経ってないかもしれません。はい、ですので、やはり今しっかり食べなきゃいけないとか、
教育されてますけれども、それが、本当かどうかちょっとみんなね一回ここで、考える時に来てるんじゃないかなと思っております。というのは、今まで、の常識、常識がね本当に常識なのかどうかを考えるね時期に来てるんじゃないかなと、そう考えてるわけでございますよ。ですのでもちろんね、バランスよくご飯食べた方がいいとか、正しいとは思うんですよ。ただ、それによってね、結構肥満だとか太りすぎとか、栄養過多、になってる、傾向もあるんじゃないかなと思っておるわけでございます。だから、食事はね単なる人間の栄養補給だと思えばですね、お腹空いたら、まずいものでも口に入れとけばですね、人間はね非常に優秀でございます。何でもですね、野菜でもねタンパク質を取んなきゃいけないとか、高タンパクがいいとか低糖質がいいとかね、なんか巷で言われてますけれども、野菜にもねタンパク質も入ってますし、脂質も入ってますし、十分ね、食べていい栄養素は入ってると思いますし、肉でも同じなんですよ。脂質、糖質、タンパク質も微量ながら入ってますんで、人間はそれをね、食べて、体を動かすことができますんでね、皆さんねちょっと今一度ねここの時代に来てですね、常識を、本当にその常識は正しいんだろうかっていうふうにね、考えてみてはいかがでしょうかということで、話長くなりましたけどすいません。これからね、フットラブハウスセカンド行ってまたね、作業小屋の工事していきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローンということでね、午後から、フットラブハウスセカンドやってまいりました。いや寒いっすね今日もね、今日はなんか雪降るっていう予報だったんですが、それはなくなったようで、曇りなんですが、気温がかなり低いでございます。ということですが、どんな関係ありませんけどね、どうでもいいんですけど、今日もね、サッシこちらね、入り口のサッシこちらをね、外すために外からねちょっと、サンダーで切り目入れて、サッシ枠をね取っていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月ということでね、前回この横をね切っていきましたんで、今日はねこの上は切っていきたいと思います。ここにねサッシのねサッシがここまでなんですよでこれがこう外壁がこうかぶさってると取れませんので、ここの部分をね切ったということで、ここにサッシのね釘が打ってますんで、これを抜いていけば外れると。あと上刃ですね、それをやっていきたいと思います。じゃあ切っていきますよ。
はい、じゃあね、ここ釘ね抜いていきたいと思います。はい、じゃあね、この下のね、角材ね、ノコギリで切っていきますよ。はい、じゃあね、ノコで切りましたんでね、外していきます。よいしょ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 。はい、それではね、外っていきますよ。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。サッシを取りました。次回ね、ここ初って、真柱で木を下げて下地作って、入れ替えたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はサッシ外しました。はい。でね、ちょっとね、今日ね、コンクリートカッター持ってくるの忘れちゃったんでね、下のブロックね、途中まで壊したんですけど、あとつらい位置でカッターで切って、はい、そして、上下に、木で枠組み作って、で、サッシ戻して、はい、そして、コーキングして、戻すという感じでやっていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。